とですね、2週間半ぐらいで出産予定日になります。座るわけにもいかない仕事なんで。じゃあね。やっぱり近くに主人がずっといる状況なので、なんかあんまり不安もなく働き続けれた理由かなと思います。感謝してます。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。左側のそれ。感じしてみて。10ヶ月目でもう臨月に入りました。あとですね、2週間半ぐらいで出産予定日になります。無事に生まれてきてくれることを祈るだけですね。今日は今から、娘を保育園に送って、野菜の仕入れと、あとお酒の仕入れに行こうかなと思ってます。持ってったら取られちゃうよ、みんなに。いってらっしゃい。週は。バイバイ。今から野菜とかお酒とか仕入れに行って店に向かいます。了解。クエですね。で九州ではアラって呼ばれるお魚になります。博多に来たらやっぱ僕はアラを食べてほしいですね。やっぱ僕は通年白身でクエを置いてるんで、博多のクエをぜひ堪能してほしいですね。4人。あ、そっち。ありがとう。よいしょ。
やっぱり重たいものがちょっと持ったらお腹が張っちゃうんで、それがちょっと今辛いですね。よいしょ。週に1回しか休みがないんで、本当だったら寝たかったりするんでしょうけど、私と娘のこともね一生懸命考えてくれて、いちご狩りに行ったりとか家族をね楽しませようとしてくれるんで、すごい感謝してます。一緒に働いたのももちろん初めてですし、プライベートで彼しか見たことはあんまりなかったんで、仕事の面ですごい一生懸命やってる姿を見て惚れ直しました。はい。こんにちは。こんにちは。いや、もう、ありがとうございます。よろしくお願いします。お世話になります。よろしくお願いします。実は前回、食右衛門さんに撮ってもらった動画を見て、うちで働きたいって言ってくれて、東京からはるばる福岡に引っ越してきてくれたんですよね。来週から一緒に働きます。そうです、出してる料理とあとやっぱ自分たちで市場に行ってるっていうところにすごい魅力惹かれて、ここで働きたいなと思いました。座るわけにもいかない仕事なんで、ここがねちょっと辛いところではありますけど、自分の体調と相談しながら働いてる感じです。もうちょっとしたら産休に入ろうかなとは思いますけど、お手伝いできることはしようかなと思って頑張ってます日頃奥さんに感謝するところは、僕が、前居酒屋で働いて、そう魚屋さんに転職する時も第一子が妊娠中で、もうすぐ子供生まれるって時だったんですけど、もう給料とか半分ぐらいになるんですけど、それでも将来の勉強のためならっていう感じで後押ししてくれたんで、もうそういう部分ではやっぱ優しさをめちゃめちゃ感じます。6時の時間来たら次8時になっちゃうんで。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。あ、大丈夫です。ありがとうございます。すみません、領収書忘れちゃった。いらっしゃいませ。どうぞおしまいに暑いですのでお気をつけください。はい、どうぞ。お飲み物お決まりになりましたらお呼びください。サシさん、ゲソキノコ、蒸し牡蠣さん、ホタル天と地タです。いらっしゃいませ。内野様、お待ちしておりました。カウンター奥のお席にどうぞ。いらっしゃい。はい、おはようございます。お飲み物がお決まりになりましたらまたお呼びください。
失礼します。はい、どうぞ。今日が刺身がクエの炙りと、サワラ炙りで対馬のアジ、生本マグロ、平木の貝柱で青森イカと今日北海道になっております。はい、どうぞ。マグロからいこう。よだれもんサワーでございます。ありがとうございます。はい。はい、承知いたしました。ありがとうございます。サシとポテサラお願いします。水もすぐお待ちしますね。はい。お決まりですか。いいのかな、結局ね。タラの炙り刺しで、こちらからクエタラのお刺身でございます。よかったです。味噌最高です。味噌、あ、そうね。味噌が入ってるの。はい。山の寿もありますし、三の寿も。福岡。知ってる。失礼します。久留米の山の寿。はい。最高。ピーマンいった。うん。はい。青森の8選をしております。はい、どうぞ。じゃあ柔らか
水でございます。での8名は入れたの？私はもう入れてきます。それが大手分。その話だけ見たらすごいやん。今の時代は昔はあんまり考えられないけど、なんか電車で来いって言ったら電車？それは迎えに行けばいいんだよ。じゃあテーブル1マス持ってきましょう。辛いでも。かきが終わりです。殻付きかき。こいつどこに隠しされてたの？ありがとうございます。お客さんがいらっしゃるんで、すいません、ちょっと2名様ご案内できそうなお席が。はい。今から茨城だったよね。マリアージュですね、間違いなく。お願いします。テーブル1番、つけのこの天ぷら。あら。知り合い。熊本が実家なんです。で、こっちに来て。今日は東京から来ました。今日は熊本です。1月にも実際に食べに来たんですけど、また今日も来ちゃいました。ごちそうさまです。ありがとうございました。お世話になります。とんでもないです。本当に。ぜひ、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お願いします。すみません、すぐから出ます。ここで娘に教えてもらって、そうそうで、三重から来たんですよ。ありがとうございます。はい、で、お魚、僕めっちゃ魚好きなんで、初めて聞いてめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。お願いします。あ、そうですね。イワシは美味しかったですね。大満足です。ありがとうございました。すいません、インタビューまで大丈夫来ていただいてありがとうございます。めっちゃうまかった。よかったです。ありがとうございます。
つけて。はい、頑張ります。どうもありがとうございました。お気をつけて。失礼します。ありがとうございます。子宮が収縮された感じです。失礼します。ずっとラッシュでしたね。そうですね。今から第2弾が始まります。あ、そうそう、第2弾。パート2。パート2が。じゃあ気をつけて。気をつけて。じゃあね。ありがとう。今8時半ぐらいじゃないですかね。8時半ぐらいですかね。今から娘を迎えに行ってお風呂に入れて寝ます。やっぱり立ち仕事なんでずっと立ってたらお腹が張ってきたりとかするんですけど、お客さんがいっぱい来てくださってることがモチベーションですかね。また第2子が生まれたらこれからまたライフスタイルが変わるかもしれないですけど、その中でコトラも支えれたらなとは思います。僕たち小学校中学校が一緒なんですけど、で小学校の時実は同じマンションとかに住んでたりとか僕が10階で彼女が14階で住んでました。でお互い認識はしてたんですけど、まあ大人になるまではね交流はなかったんですけどね。もともと僕海外にずっと行きたくて、でもワーホリでずっと海外行こうと思ってて、もう7月に行く予定だったんですけどコロナで全てパーになっちゃって、でそのタイミングで嫁さんも大阪にいて、嫁さんも大阪から福岡に戻ってきてて、でそれで一緒に働いてるのが嫁のいとこなんですけど、まあちょっと一緒に飲もうかってなった時にたまたま会って、それからですね。で、まあ、日頃奥さんに感謝するところはやっぱあと子育てですよね。やっぱり一番はもう一番仕事に集中できるように、もう朝僕が市場行って、まあ、家で寝てる時も、まあ、子供を、まあ、違う、ね、部屋に連れてって起こさないようにちょっと気遣ってくれたりとか、やっぱりもうそういう部分でやっぱいつもサポートしていただいてます。なんか毎日朝仕入れに行ってるのとかも見て、寝る時間とかも不規則ですし、体調崩したりたまにはするんですけど、毎日行くんやとか思ったり、私だったら絶対できないことなんで、やっぱ続けれるって難しいことだと思うんですけど、なんか仕事を楽しんでやってる姿とかも、料理もそうですし仕入れも楽しんでやってるんで、すごいなと思います。このね1年間ずっと営業してて、コトラでも常連さんって呼べるお客さんがありがたいことに増えて、でなんかねどんどんお腹大きくなっていくにつれてね、大きくなったねとか、なんかそういったお客さんと会えるのも楽しいですし、やっぱスタッフの協力があってこそ私が立ててるかなと思います。バイトの子たちもすごい協力してくれて、なるべく私が働きやすいようにしてくれてるし、すごいお店のことを思ってやってくれてるんで、なるべくね少しでも一緒に働きたいなという思いがあって、できる限りはしようかなと思いました。